今日は我が家の地方鉄道樽の屋電鉄の始発駅善光寺駅をご紹介します。今から7年半くらい前に制作した組み立て式セクションジオラマで、家に固定式の大きなレイアウトを諦めた頃の初期の作品です。誰でも簡単に家で鉄道ジオラマにチャレンジできるヒントになるよう努めます。どうぞ最後までお付き合いください。はい、電吉クラブです。今日もご視聴ありがとうございます。今回は何回かお送りしてきた電吉クラブの架空鉄道の始発駅善光寺界隈セクションジオラマのご紹介です。電吉クラブは右のような架空の地方鉄道を妄想で生み出して、この鉄道のワンカットをジオラマ化しています。例えば左上は一番最初に作った筧温泉駅で、樽の屋電鉄の終点に近い山間の温泉地の入り口です。左下は特急電車運転開始編で樽電を走る電車たちを紹介している動画の一部です。興味を持っていただけるなら、どうぞ過去の動画たちにも会いに来ていただけますようお願いいたします。さて、今回はいよいよ樽電の始発駅善光寺駅を紹介しますが、まずは構内配置など説明しておきますね。これが善光寺駅の構内線路配置になります。善光寺駅は2面3線の投炭式ホームを持つ終端駅です。駅舎がここにあって、ホームがこことここにあります。1番線の手前のここら辺の位置に特急券改札があって、この1番線には特急電車や急行券が必要な温泉急行といった流動列車たちが発着します。この2番線、3番線は一般車両の発着ホームで、2番線からは主に料金不要の急行電車が発車していきます。で、3番線は普通電車が多く発着するホームになっています。この3本の線路は駅を出ていくとすぐに一つになって、単線でこういう風に市役所前駅の方面に走っていきます。善光寺駅は駅の周りをですね、駅前広場とか、それから善光寺商店街で、ここに踏切があるんですけど、踏切のところまでで、この駅裏の商店街、駅裏商店街の奥に構内留置線が3本あります。この留置線に入る電車は一度3番線に入線させて、ここから留置線の方に引き込む構造になっています。ここに青で囲ってある部分に電車庫があって、電車の応急処置程度の対応が可能です。これが善光寺駅の全容です。善光寺駅ジオラマはこれらの商店街を含めた全体、ここまでを作ってあるので、こちらの長さが1メートル50センチ弱、幅が50センチ弱のサイズになります。で、細かく収納箱に分解して収納できるようにしてあります。そうすることでホコリ対策の心配が全くないようにしてあるのが僕の収納の最優先事項になっています。これから組み立てていきますが、実は今回紹介するセクションジオラマは善光寺駅だけでなく、そこから点々点と次の市役所前駅のジオラマへと続いています。市役所前駅はこんな一面二線島式ホームの配線で電車の行き違いができる構造になっているほか、善光寺駅に収納しきれない電車の
留置線も備えているんです。セクションジオラマはこの市役所前駅まで一緒に作ってあるので見ていただければと思います。さらにその先、ここから勾配が始まって坂を登ったところに善光寺川橋梁って小さなガーダー橋があるんですけど、現時点でジオラマはそこまでできているんです。これから公民館に行ってジオラマを並べて見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、近くの公民館にやってきました。ここに積んである小さな収納箱に樽電の始発駅善光寺駅が入っています。ニトリのベッド下収納箱に行き着く前の初期の作品なので、近くのホームセンターで買った単行本用の収納箱ですね。まずはテーブルの上に整理をしながら並べてみようと思います。善光寺駅界隈の商店街丸5ですね。これが商店街丸3、商店街丸6、これが善光寺駅丸2、商店街丸1、商店街丸2、そして善光寺駅丸3、善光寺駅丸1、あと2箱は運転台とポイントコントロールボックスです。それでは善光寺駅丸1から順番に見ながら組み立てていきます。丸1は駅舎と投炭式のホーム部分が入っています。1番線、2番線、3番線まであります。ではここから出してみましょう。こんな感じですね。ぐるっと見てみますと、駅の横には植え込みがあって、この辺には鉄道会社の駅看板がついています。こちらの駅舎はジオコレの境界だったんですが、こんな風に駅舎に流用してみました。側面には鉄道会社の看板、湯田中温泉行きの電車乗り場なんて看板、昔ありましたよね。反対側から見てみるとこんな奥行きになっています。早速置いてみましょう。次は善光寺駅丸2の箱です。丸2の箱はこんな感じでホームの先端部分を作ってあります。向きが逆でしたね。それでは早速取り出してみましょう。はい、こんな感じです。ここにトミックスの3ウェイポイントを使っています。奥の方には留置された貨車や構内の詰め所があります。じゃあつなげます。ここに置くんですが、裏にポイントの配線が出ていますので、これらを整理して向こう側にまとめておきます。ではちょっと今から手伝ってもらってレールのジョイント部分を連結させます。はい、こんな感じです。次は善光寺駅丸3になります。ここは電車庫と留置線の部分が入っています。開けていきます。こんな感じで電車庫と留置線の部分が作ってあります。収納はこうしたスペーサーを使って中でグラグラしないようにしています。はい、取り出していきます。ここもポイントの配線部分があるので邪魔ですが、ジオラマの下に逃がします。配線がジオラマの下を抜けるように作ってありますので、そこを通して向こう側の運転席側へ逃がすようになっています。こんな感じにジオラマの下にスチレンボードをえぐった部分があるので、そこを通します。そうするとジオラマが浮かずに済みます。はい、じゃあお母さん行きます。はーい。押すときに反対側を押さえてもらっているんです。はい、今度は反対側にカメラが回ってこのアングルで紹介してみたいと思います。これは商店街丸4と書いてありますが、早速開けてセッティングしてみたいと思います。箱の形から正方形に近いパーツになっていて、こういう部分になります。向きはこの向きでつなげるんですが、線路がここに来ていますので、
トミックスのファイントラック同士をつなげることになります。ではつなぎます。そちらを押さえてもらえますか？はーい。じゃあ押しますよ。はい、はまりました。だんだん出来上がってきますね。今度は商店街丸2という箱です。駅の脇に沿うように商店街があるんですけど、そこを作ったものですね。はい、取り出してみましょう。お店の他に道路を走る車もすでに固定してあります。こんな感じですね。そしてこれはこちら側なので、もう一つ奥側の商店街部分も今から持ってきます。こちらは商店街丸3になっています。商店街丸2に比べるとちょっと短めのパーツになります。これだけですね。この部分の特徴は、ほら、この下側のスチレンボードがスカスカに切ってありまして、ここをたくさんのコード類が通ります。こうやってセットをする際にコードを裏の空間に通すように整理して商店街をつなげるんです。ほら、浮かないですね。どうでしょう。これで善光寺商店街ができました。はい、今度は商店街丸1。ちょうどこの駅前広場から駅舎サイドのスペースを作ったものです。並べてみますね。こんな感じで2段に収納しています。まずこちらを取り出して駅舎サイドに仮置きします。次に下側のパーツを取り出しますが、この下に端が突っ込んでありますので、こちら側からこういう風に取り出します。はい、これがここですね。ではセットしてみましょう。商店街の前に駅前広場がつながっている風景ができます。これは向きが逆でした。善光寺市観光案内なんて書いてある看板が駅舎側に来るように並べます。はい、こうですね。またアングルが変わりました。今度はこちら部分で駅表に対して商店街丸6は駅裏に配置します。では開始します。駅のジオラマとして使うのはこちら側だけなんです。じゃあこちらは単にジオコレのストック置き場として使っています。こんな感じで角の 3K のペーパーキットのお蕎麦屋さんが見どころで、あとはトミーテックのジオコレ商店たちで賑やかです。そしてこちらはここに置くだけです。はい、こうですね。次は善光寺駅界隈最後のパーツでこちらに入っています。こんな感じに入っていて、ジオラマとして使うのはこちら側です。こちら側は先ほどと同じジオコレのストック置き場になっています。ではジオラマ部分を取り出してセットしましょう。僕のジオラマのベースは個々が小さいので 10mm 厚のスチレンボードに 1.2mm のプラ板を貼った簡単なものなんです。ですが許容範囲の強度はあると思っています。ここにこういう風にセットしたら、これで善光寺駅ジオラマの完成です。では駅の見どころなんてあまりないんですが、少し撮影しながら善光寺駅界隈を紹介していきましょう。まずは駅の正面の景色になります。そしてこれが駅舎、善光寺駅と書いてあります。先ほど紹介した通り、ジオコレの境界を流用したものです。僕はこのような本来の使用法以外の転用もよくやるんです。そしてこの辺がタクシー乗り場で、その手前にバス乗り場があります。バスを待つ乗客たちも並んでいます。そしてこの正面には皆さんご存知でしょうかね、懐かしい映画館の看板があります。大概どこの駅にも街角にも映画の看板があったんです。子供の頃にガメラ対ギャオスが見たかったんですけど、うちは貧しくて映画館なんかとても連れて行ってはもらえませんでした。このミニカラ3枚目ですかね、見たかったガメラ対ギャオスをどうしても貼りたかったんです。その後ろにあるのはダルメア電鉄の
乗り場を示す看板です。よく私鉄の始発駅に見かけたんですよ。はい、先ほどはこちら側から撮っていたので、今度は駅舎のサイド側からの風景になります。駅サイドも樽電乗り場の看板と善光寺市の観光案内の看板があります。観光都市に多い風景ですね。そしてこちら側には駅前の喫茶店とかベーカリーが軒を連ねています。人通りも結構多い人気店でしょうか。はい、今度は駅前の商店街を覗いてみましょう。アーケードから続く善光寺商店街にはバスもやってきます。観光地らしい土産屋さんや地酒の酒屋さんが並びます。地おこれを塗り替えたり看板を変えたりして楽しんでいます。ここちょっと賑やかなのは屋台が来て青空イベントがあるんでしょうか。妄想壁はどんどん膨らんでいきます。そしてまた酒屋さんがあって、その隣には日通のトラックが止まった倉庫があります。この倉庫の裏に貨物車両が来るんですが、ここから荷物がこちら側に運ばれます。トラックの前後には誘導員が交通整理をしているようですが、現代だったらこんなの大ブーイングですよね。そして倉庫の隣には増田模型、その隣にはフィルムの看板の写真屋さんがあります。そのこっちはというと、ちょっとした用水路があって、そこに橋がかかっています。そして用水路には錦鯉が泳いでいて、橋の上には鯉に餌をやる人たちが何人か集まっていて、錦鯉鑑賞をしているようです。それを過ぎるとお菓子屋さんがあって中華料理屋さんがあるんですが、名前は僕の行きつけの北京館にしました。そして北京館の横には踏切があって、先ほどの駅へと樽電の線路が続いているというわけです。さらにこちら引いたところには日の見櫓があって、日通の事務所があってという風になっています。善光寺駅は図解しましたが、2面3線の東端駅になっています。右側の1番線には特急湯煙が発着します。この左側の2番線3番線が一般車両の発車するホームになっています。これら各番線から発車した電車は1本にまとまって単線で隣の市役所前駅を目指します。ここで先ほど紹介した北京館の脇をすり抜けていくというわけです。もう一度駅に戻って3番線の役割です。3番線からはまっすぐに流津線に伸びる線路があります。そしてその先には18メートル級電車が3両編成で止まれる流津線があって、右側は洗車ができる線路です。真ん中は普通の流津線、一番左はこのような電車庫になっていて、電車の簡単な修理や点検を行います。電車庫から流津線たちを横切って用水路を渡った先に構内の詰め所があります。用水路には自作の小さな鉄橋があって、その先のバス道路のところに先ほど見ていただいた錦鯉がいる道路橋へと続いています。橋には鯉に餌をやる人たちがいて、その向こう側には角に喫茶店があって、こちらには善光寺商店街のお店たちが並びます。日の出ストア、郵便局、時計屋さんがあって、漬物屋さんがあって、ちょっとした小道を挟んで魚屋さんがあります。八百屋さんがあって、お土産屋さんがあって、商店街の入り口にあたる角には駅前食堂が店を構えています。駅前食堂の前には先ほど紹介したバス乗り場の景色が広がっています。善光寺駅の紹介はここまでなんですけど、ここから先は沿線風景が
ジオラマをつなげる形で続いていきます。こんな感じのセクションジオラマで、サイズは長さ70センチ×幅22センチ、ニトリのベッド下収納箱に2個入れられるサイズに統一してあります。ベースは10ミリ厚のスチレンボードに 1.2 ミリのプラ板を貼っただけのシンプルなものです。それでは全体像をご覧いただきますね。並べ終わったジオラマに運転台をセットしてみました。これが樽電の始発駅善光寺の前景になります。では善光寺駅を発車した電車の目線で線路を追いかけながら沿線を紹介していきましょう。こちらの用水路を渡って踏切を通過、お風呂屋さんの前を通って直線コースに入って市街地を駆け抜けていきます。で、映画館の前を通って図書館を過ぎ、善光寺市役所の前を過ぎると次の停車駅市役所前駅に着きます。この島式ホームになっているのが市役所前駅ですね。この駅は先ほどお話ししたように留置線を2本備えています。また本線も行き違いができる構造になっていますね。そして市役所前駅を出た電車はここからだらだら坂の園庭を登っていきます。だんだん風景も田舎っぽくなってきて、車窓には畑が見えるようになりました。畑では農家の方が一生懸命農作物を育てています。そして坂を登り切ったところの土手の上に道路があって、そこに橋が架けられて善光寺川を渡っていくことになります。鉄道の方はガーダー橋の鉄橋が道路と並行しています。で、この善光寺川を渡り切ったところまで完成しているんですが、ここから先の沿線はこれから作成していきます。次の駅は美濃駅というんですが、普通電車しか停車しない小さな駅です。どんな駅にしようかな、せっかく高いところに線路が走っているから高架駅かな、などと夢が膨らんでいくんです。では最後に電車を走らせてみましょうか。今善光寺行きの普通電車が帰ってきました。折り返し普通電車樽の屋行きになる電車です。2番線に入線しました。続いて座席指定制の温泉急行いでゆ号が帰ってきました。電車はゆっくりと1番線に入線していきます。すると今度は2番線から普通電車樽の屋行きが発車していきます。田舎のターミナル駅の昼間のひとときですね。そして待つことしばし、今度は最近東急からやってきた冷房付きの最新型電車のお帰りです。2番線に到着です。次は1番線から温泉急行いで湯田中行きが発車していきます。オールクロスシートの3両編成の電車です。そしていよいよ樽電の主役特急湯煙が善光寺駅に帰ってきました。ゆっくりと1番線ホームに入線します。今度は2番線からオールステンレスの普通電車樽の屋行きが発車していきます。冷房付きの新鋭は人気者なんです。そして湯田中行きの特急湯煙も満員の乗客を乗せて善光寺駅を発車していきます。なかなか良い感じです。そしてまたまた時が流れて湯田中からの特急湯煙が再び善光寺駅に帰ってきました。1番線に入線です。すると今度は3番線から温泉急行用の電車が隣の市役所前駅の留置線に向けて回送です。このように小さな
鉄道の慌ただしい一日は過ぎていくんです。我が家の地方鉄道の魅力、感じていただけたでしょうか。自分で夢見た架空の地方鉄道、もちろん社長は自分です。こんな遊び方も N ゲージの楽しみ方の一つなんですよ。本日はこれで終わりです。チャンネル登録や評価などしていただけると嬉しいです。またお目にかかりましょう。